パリに宿泊先を構えた旅行中の毎日は、きらびやかにエッフェル塔が光っている。街の風景は曲線的で、なんだか樹勢のようだ。パリから約1時間、サバオ邸に向かう電車に揺られ、たどり着いた街は、うっすらと曇っていた。私の名前は小春。フランスへは初めての旅行。建築学生の時からよく教科書で見ていたサボア邸に初めて訪れた。撮影している彼はジョージオ。目を輝かせてここに行きたいという私に心よくついてきてくれた。今回はル・コルビュジェ設計サボア邸の魅力を紹介したい。この建築はポワシーという町に佇む。よくパリとそれ以外の地域に住む人々には同じフランス人でもかなり違いがあるという。ポワシーで気まぐれに立ち寄ったパン屋の店員は英語でコミュニケーションを取ることはできなかったが、理解できるのにフランス語で返してくるパリの店員とは違う心地よさがあった。建築が礎石造でできていた頃、壁は構造そのものであり、壁を自由にデザインすることはできなかった。礎石造というのは、レンガ造りや石造りの建物を想像してもらえばよい。そんな中、産業革命により、新素材の量産化が可能となった。それが鉄筋コンクリートである。これにより、柱とスラブ、階段で構造を成り立たせられるようになった。この構造方式をドミノシステムという。つまり、壁は構造ではなく、単なる間仕切りになった。この革新的な技術が近代建築の5原則、ピロティ、自由な平面、自由な立面、水平連続窓、屋上庭園を可能にしたのだ。これはル・コルビュジェによって提唱された。ピロティとは、建物のボリュームを地上から持ち上げ、2階以上を部屋とし、外部空間となった1階部分のことを言う。今私が歩いているところがピロティ。自由な平面とは、技術革新によって曲線とガラスを用いて壁をデザインするようになった。平面のデザインは自由度を増した。自由な立面とは、2階の設計を見ても大胆にガラスを壁面に用い、自由に壁をデザインしている。例えば、ヨーロッパの石造りの家を想像してもらうとわかりやすいが、壁が構造の役割を担っていた頃は、どうしても窓を大きく開けられなかった。水平連続窓とは、水平に連続して開けられた窓のことを言う。壁に自由に開口部を設けることが可能となり、建物に一様に光を取り込むことを実現した。屋上庭園とは、従来の傾斜屋根ではなく、6屋根を採用し、屋上にも空間を設けることで空へとつながることを可能にした。一見、この建築の重要性を理解することは容易ではない。しかしこの建築が
今日現在の自由にデザインされた建築のその風景を作った代表作なのである。ここでは日本語訳が多く書かれていた。コルビジェが日本建築から影響を受けたように、彼の建築から学びを得ようと多くの日本人が訪れるようだ。実はここには引き戸も使われている。中にある小さなお土産屋さんで日本人留学生に出会った。さらに店員さんも日本に暮らした経験がある方で、みんなで日本語で会話をした。なんだか不思議な体験だった。